皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトの旧作キャラから現在のキャラに、設定を受け継いだキャラを解説していきますよ。おお、旧作キャラの情報は貴重だからすごく楽しみだぜ。まさかのあのキャラからあのキャラに受け継いだというものばかりなので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、旧作キャラから受け継いだキャラはチェン&本命輪です。そしてベースとなったキャラは、東方プロジェクト第4弾東方幻想郷のステージ1白霊神社裏の山道のボスとして登場したオレンジ。二つ那覇オリエンタルデーモンで彼女は妖怪ですよ。テーマ曲は装飾戦デコレーションバトル。どうやらおしゃれ好きな妖怪っぽいな。霊夢との初の戦闘では、あはは、一年のボスだからって舐めちゃいけないよ。あなたくらい、ピュッピュッピュのピュよ。といったようなセリフを言っていますよ。いや思いっきりメタ発言してんじゃん。マーチングバンドの格好をしていて、左手にはバトンを所持していますよ。バトンはバトンとワリングで使われるタイプのバトンを持っているためか、踊りが上手とされています。バトンとワリングとは、バトンと呼ばれる両端にゴム製の重りをつけた金属の棒を回したり、空中に投げたりする演技を行うスポーツだぜ。おはスタのミラクルスピンバトンで遊んでたことが懐かしいですよ。この前家に行ったら物干し竿になっていました。イオシスさんからバッドアップルグッドオレンジという曲と影 PV が作成されているのですが、バッドアップルといえばコウマ教師総転速までのほとんどのキャラクターに加え、旧作のレイムとマリサにエリーまで登場するオールスターなのに対し、こちらはなんとオレンジエリー。無名がまさかの単独ライブ？ゲーム中では文字数の関係上のためか、オレンジという名前が一切出てこないんですよ。ちなみにオレンジ以外のキャラは、名前が2文字か3文字となっているんだぜ。そのため、名前を確認するには付属のテキストか、次の作品となる東方怪奇団のエキストラエンディングを見る必要があるのですよ。ただ名前があまり知られてないのにもかかわらず、バッドアップルの席を独り占めって衝撃すぎる。言っちゃえばアンパンマンマーチをハンバーガーキットが独占しているようなもんだぜ。ナイス例え、しかも違う果物ですしね。それはさておき、オレンジという名前を聞いてピンときた人は素晴らしいです。そう、3億ベリーで指名手配されている妖怪なんですよ。暴君バーソロミュークマより上だと？冗談はさておき、現在の東方プロジェクトのオレンジといえばチェン。通常チェンというのは橙色とかで使われる漢字だよな。チェンを式神にしたのは、ヤクモゆかりの式神である九尾の幼獣ヤクモラン。つまりチェンは式神の式神ということになります。まだヤクモという名字はもらえていないぞ。その代わりおそ松という名字はもらえたようだ。いや絶対ダメでしょ。チェンは化け猫の幼獣ですが、実は化け猫と式神の二面性があり、それぞれの形態で使える能力にも違いがあります。実は橙色藍色を混ぜ合わせると、紫に近い色が現れるんですよ。そんな裏設定があったのかよ。そんな設定を入れ込むずん3天才すぎて怖すぎるんだが。また虹色は赤、橙、黄、緑、青、藍色紫の順。使用済みの赤を除けば一番下が橙となります。なるほど。だから一面ボスにオレンジを配置したということか。これは面白い引き継ぎだぜ。またバトンを持っていて、赤の長髪に緑と黄色の服装から、メイリンに似ているんですよ。明記はされていませんが、オレンジは一応無限館の門番でもあるのではと言われていますしね。そして本メイリンといえばコウマ館の門番を担当しているので有名だよね。そう、コウマ館の門番をしている妖怪で、湖の向こうからやってくる侵入者の撃退が仕事です。美しさを重点に置いた彼女の虹色の弾幕の華麗さは、東方プロジェクト内でも屈指とも言われていますよ。そしてなんとオレンジの弾幕は一部の弾幕の形状までメイリンに似ているんですよ。オレンジが戦闘時には体の周に塩基のオーラが出て、弾幕は3段階で最終段階では髪とオーラが青くなるのです。そして本メイリンの能力は気を使う程度の能力。おお、全く一緒じゃないか。体内のエネルギーやオーラを可視化し、エネルギー弾を放つことができます。弾幕を撃ったり、空を飛んだりするのはこの能力によるものと思われますね。つまりドラゴンボールで雪というやつだな。また先ほども言ったように、服装もよく似ていますよね。メイリンは歌人服とチャイナドレスを足して2で割ったようなデザインで、緑色を主体とした衣装だよね。髪は赤く腰まで伸ばしたストレートヘアで、側頭部を編み上げてリボンをつけて垂らしています。またオレンジも髪が長く、そして髪が赤色に染まっていてとてもよく似ていますね。また緑が主体の服装もよく似ています。こうやって調べてみるとうまく旧作に引き継がれていて、ワクワクするな。ちなみに次はさらについて解説しますが、さらに面白いんですよ。今のでワクワク度が橙色まで下がったわ。
では次に紹介する、旧作から受け継いだキャラはルーミアと影山ひなです。そしてベースとなった旧作キャラは、東宝旧作の最終作である東宝怪奇団の一面ボスとして登場したサラですよ。今回も一面ボスか。一面ボスは何かと扱いやすいキャラが多いからかもな。そしてサラは白霊神社の裏山の洞窟にある、魔界へと通じる扉の門番をしていますよ。サラの名前の元ネタは、竹本泉さんの漫画水晶の卵に登場するサラ・ブラウニー。竹本さんは短編または短編連作型のシチュエーションコメディを得意とする漫画家さんだぞ。ちなみに、ルプサラダというゲームで使われた衣装がアリスがメイドの格好をさせられた衣装の元ネタになっていますよ。もし気になる方はこちらを見るといいぜ。そしてサラはピンク髪の少女で、戦闘中はスカートの裾を持ってくるくる回りながら弾幕を放ってきます。そしてなんと履いていないんですよ。今回は保険の授業じゃないのでこれ以上はダメでしょ。何言っているんですか？靴を履いていないんですよ。いやめちゃくちゃややこしいわ。侵入者である霊夢たちが魔界に行くのを邪魔するのですが、サラは逆にあっさり倒されてしまうのです。しかし優香に瞬殺されない程度には強さがあるようですよ。本人も瞬殺されなかったって言ってるもんね。また東宝の門番というと、3つの姿を持つ上に性別まで変える新力。戦うのが久しぶりだったために身も心もボロボロにされたエリー。門番なのに居眠りして仕事サボるメイリン。といったようにクセ者揃い。本当に門番は面白いキャラが多いよね。サラもその例に漏れず好戦的というキャラ付けがなされていますよ。それは霊夢があんたも好きねと苦笑させたほどなんです。それにしても、ルーミアとは一面ボスというのは同じだが何か他に共通点なんかあるの？サラの弾幕はルーミアの月符、ムーンライト霊にそっくりなんですよ。まずルーミアは東方高魔教の一面ボスで、スペルカードルール実装後最初に戦うボスだよね。そう、姿は幼い少女で、目は赤、髪は黄色のボブ、白黒の洋服を身につけ、スカートはロングで、イメージカラーは黒です。イメージカラーは変わっているけど、よく見るとロングスカートでデザインもサラとよく似ているな。闇を操る妖怪であり光が苦手なため、基本的に夜行性で、闇を操る程度の能力で周囲の光を遮断して昼間に行動することもありますが、本人の視界も闇に覆われるため木にぶつかったりしているようです。また特に目的意識は持たず、一日中ふよふよ飛んで過ごしているようです。こんなにもポップすぎるダークキャラはルーミアぐらいだぜ。そんな闇の能力を活かしたスペルカードが、スキクムーンライトレイ。この弾幕自体は、弾をばらまいたところに時期を左右からレーザーで挟んでくるといった初歩的な弾幕となっています。高魔教一面の道中、つまり東宝作品において初のスペルカードとなっているぞ。霊というのはビームという意味で、サラの使う弾幕もビーム系となっていてよく似ていますね。またスカートを持ってくるくると回転しているところは、薬人様の影山ひなとよく似ています。ひなも回転しながら弾幕を放ってくるんだよな。まさかインパクトある回転しながら弾幕を放つというのは、旧作のサラから引き継いだものだったとは意外すぎたよ。本当にその通りですよ。流しひなのように危うくさらっと流してしまうところでしたよ。あんたのボケもそろそろ流していいかな？ということで次に紹介する、旧作から受け継いだキャラはナズーリンです。そしてベースとなった旧作キャラは、東宝プロジェクト東宝旧作のキャラクターの一人で、東宝プロジェクト第4弾東宝幻想郷の2面中ボス2面ボスとして登場したくるみです。待って、レミリアかフランじゃなかったの？そうなんですよ。二つ那覇ヴァンパイア、吸血少女ということでスカーレット家を思い浮かんでいた人は多いでしょう。なんでネズミーランドの謎なのかさっぱりだよ。いやそんな夢の国に住んでないよ。くるみもまた白霊神社の裏山の中にある湖の門番をやっています。白霊神社どんなに警戒されているんだ。霊夢ルートでの戦闘前会話によれば、今まで来た邪魔者を一人残らず倒しているらしいです。そのせいか、無限間の門番である三面ボスのエリーは戦うのが久しぶりと言っていますよ。戦う時は背景が真っ赤になり大きな羽をパタパタと動かして戦います。戦い方も背景もどう考えてもレミリアにそっくりじゃないか。確かに背丈より大きな翼と長い金髪の可愛らしい少女で、二つ名から吸血鬼だと言われることがあるのですが、実際はそうではないらしく、後の東方高魔教に登場するスカーレット姉妹とは特に関係はないと思われます。その理由として彼女は湖の番人、つまり水の上、かつ屋外で活動していますよ。確か吸血鬼は日光に弱くて、外に出るときは夜や日光が当たらないような状態じゃないと焼けてしまうんだったっけ。しかもストーリーの都合上、プレイヤーが霊夢の場合、思いっきり日中で飛び回っていることになります。また無限間は湖の中にあり、主人公が先に進むため劇中で水が引いてしまうので、本当に吸血鬼であるならば、流水は克服しているということになるのですよ。そっか、吸血鬼は流れる水にも弱くてフランは雨で高魔間から出れなかったんだよね。そう考えると、日光に強くて流れる水にも反応しないくるみは、本当に吸血鬼なのか疑問ということになるんだな。その通りです。
そんなくるみの放つ発撃の弾幕がナズーリンのレアメタルディレクターによく似ているのですよ。ナズーリンは精錬戦5年ボストラマル将の部下にして、本物の毘沙門天の部下でもあるんだぜ。毘沙門天の代理として信仰を集める将の監視役を任されていますよ。またナズーリンは喫水のダウザーでもあるんだぞ。ちなみにダウザーとはダウジング、つまり地下水や貴金属の鉱脈などを棒や振り子を使い探す技を行う人のことだ。実はナズーリンは妙蓮寺のメンバーではないので、無縁塚の小さな家で住んでいるとのこと。そして一面ボスでは珍しく5面中ボスとして再登場します。そんなくるみの弾幕に似た謎のスペルカードが、ソースレアメタルディテクター。画面端にレーザーを当て、着弾地点から米粒弾を生み出し時期へと振らせる技ですよ。そしてくるみの弾幕と比べてみると、レアメタルディテクターとそっくり。本当だ、くるみも画面端にレーザーを当てて、着弾地点から小さい弾を散らばらせているぜ。一体どうして似たのかすごく気になるよ。また上位スペルではソーフゴールドディテクターとなり、弾の色もキラキラした金色となりますよ。まさかナズーリンに弾幕が引き継いでいたなんて驚きだぜ。あと東方幻想郷のラスボスは風見優香なんですが5面と6面の共通ボス。そして謎の主人であるトラマル将は東方精錬戦の5面ボスにして実質白蓮より上の立場の存在です。その従者という共通点も持っているんですよ。おお、納得感がやばいぜ。あとネズミはくるみが大好き。その共通点派なんとも言えん。では次に紹介する、旧作キャラから受け継いだキャラはイザヨイ咲夜です。そしてベースとなったキャラは、東方怪奇団ステージ5パンデモニウムで登場する夢子です。魔界の神である神器が生み出した魔界人の一人で、魔界のものの中では最強クラスとのこと。メイドにして最強って咲夜そっくりじゃん。神主曰くやっぱ、メイドさんは敵キャラに限るネオイ、ビジュアル系のノリにしたかった過去形とのこと。東方作品に出てきた4人目のメイドキャラです。旧作キャラにもうすでに4人はメイドが出ていたのか。容姿はロングの金髪で赤い半袖のメイド服を着ていて、胸元には黒い紐を蝶々結びにしていますね。魔界の創造主である神器からは、夢子ちゃんとちゃん付けで呼ばれているんだぜ。その強さからノーマルでは神器様よりも強いとさえ言われていますよ。弾速が非常に速く、剣撃に加えて後半ではレーザーも加わっています。さらに移動中は透明になりダメージを受けません。旧作は攻撃が効かないなんてことがあるから強力だぜ。その強さと凛とした物腰により、二次創作では魔界勢の長女的存在として描かれたりもすることも多いですね。しかし神器様の撃破後の絵で、神器様の後ろで一緒に泣いていたりと可愛い一面も持っています。主人のために尽くすところも咲夜と似ているな。メイドの格好をしていて、ナイフに見える短剣を使った弾幕を放ったりと、ウィン版のキャラクターであるイザヨイ咲夜と、共通している点が多いキャラでもありますね。だがブロンドのセミロングに赤いロングスカートのメイド衣装で獲物は剣や短剣と、咲夜さんとは対となるデザインをしているよな。また咲夜の象徴するスペルカードの原譜、殺人ドールと同じような短剣の弾幕を放ってきますよ。殺人ドールは時期の周りに巨大なナイフを大量に配置した後、それを敵に向かって飛ばす技で、名前の通り数々のプレイヤーを殺害してきたよな。後続作品である東方栄夜賞でも咲夜使用時のボムとして使われていますよ。服装の色は対照的になっていて、魔人のメイドとヴァンパイアのメイドという設定を使って対決する二次創作とかすごく面白そう。ナイスアイデアですね。勝負の内容は人生ゲームとかどうですか？もちろん却下です。それではラストに紹介する、旧作から引き継いだキャラは聖白蓮です。そしてベースとなった旧作キャラは、東方旧作最強キャラと言える東方怪奇団のラスボスの神器です。二つ那覇魔界の神、ミマ様と並んで旧作キャラとしての知名度が高いキャラだよね。銀髪のロングヘアにめちゃんこ長いサイドテールが特徴。神主ズンさん曰く、夢子と揃ってビジュアル系を狙っての造形作曲とのことですよ。この服装は竹本泉さんのさよりなパラレルワールドルで岡島さよりと、ジャイラス真上が着ていたローブが元ネタと思われます。めちゃくちゃ竹本先生の漫画好きだったんだな。ズンエは竹本先生の絵によく似ていますからね。これもまた引き継いでいるってことね。魔界の神であり、魔界に存在する全てのものを作り出した魔界の創造主。魔界を作り出したなんて、規模がえげつないぜ。しかも魔界にあるものは大体彼女が作ったとされてます。でも創造物は言うことを聞きません。それ致命的すぎでしょ。夢子も神器によって作られていることが、6年の会話で言われていますよ。またアリスも神器によって作られたと言われていますね。東方精錬戦では神器の魔界が再登場し、登場キャラクターの聖白蓮があの神器の弾幕を引き継いでいるんですよ。ちなみに白蓮は幻想郷に仏教を広めている妙蓮寺のリーダーです。白蓮は、多くの妖怪たちを仏道の弟子としていて、寺で共に暮らしているが、妖怪たちからとても慕われているよな。彼女はある理由で妖術や魔術の類を習得し、人間を捨て若返りと不老長寿の力を手に入れました。魔法を使う程度の能力で身体能力を上げる魔法を得意としています。いわゆるバフというやつか。バフではありますが、
二つ那覇封印された大魔法使いと書かれていて、強力な魔法使いなのですよ。実際バフの凄さとして、白蓮は何もしなければ通常の人間とほぼ変わらないらしいですが、魔法を使えばなんとワープかと思えるほどの速さを身につけることが可能。シンプルながらヤバすぎる魔法だな。そんな白蓮の代表するスペルカードが、新規から引き継がれているのですよ。その名は大魔法魔人副将。東方回帰団6面ボスである新規が終盤に放ってくる弾幕をモチーフにしていることで有名であり、スペカナも魔人、つまり魔界の神である新規の真似であることを示唆していますよ。ちなみに副将は何度も繰り返して唱えることだぜ。これは東方回帰団で使用した弾幕を再登場させたことにかかっているからじゃないかな。白蓮は僧侶なので、お経を何度も唱える意味もあるのではと思われますね。魔界は無限の広さを持つ上、魔法の発祥でもあるとされています。阿久曰く白蓮は魔に魅了された力と言っているので、直々に教えてもらった力なのではと思われますね。確かに、魔人教官も魔界の物質で作っているらしいし、あまりにも高度な技術の道具だもんな。直接教わっていなくとも、魔界で学んだということは魔界の創造主から学んだことにもなるので、白蓮は新規から力を引き継いだことになります。意外な旧作キャラとのつながりが学べてすごく面白かったよ。調べてみたら他にもつながりのあるキャラがいそうなので注目ですね。さて今回の授業はここまでにしますよ。視聴者さんが思う旧作から引き継いだキャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。